皆さんが使ってる GPS、これってもともとはアメリカの軍事衛星なんですよね。我々はアメリカの軍事衛星から降りてくる信号を受信して、今自分がどこにいるかを把握してるわけです。分解能30センチって言って、1ピクセルが30センチのものが見える。ほぼ丸見えですね。そうですね。まさにそのアポロで最大のクライマックスを迎えた宇宙は、冷戦が収束するとともに宇宙産業一回ちょっと収束しましたよね。そうですね。はい。やっぱり対立が熱狂というか産業の発展を生むみたいなところがあるんですかね。いや、もうそれは間違いなくあったと思うんですけど、要は夢を再びってみんなやっぱ考えるわけですよ。だからアポロすごい、月面着陸すごい、じゃあ次は何だって言って、ポストアポロプログラムっていうのをこう議論するんですね。これまでは、月にどっちが先に着くかっていうかけっこをやったわけですけど、つまりどっちが早く着くかっていう競争をやったわけですが、今度はどっちが長くいられるかっていう競争に変わるんですね。それがソ連が打ち上げたミールっていう宇宙ステーションがあって、要するにそこで宇宙飛行士滞在記録みたいなものを作ろうとするんですね。いちいち競争ですね。はい。で、宇宙ってもう放射線がバンバン降り注ぐ場所で、要は言ってしまえばものすごい放射線を浴びるので、人体にはあんまり良くない場所なんですね。で、しかも水も空気もないところですから、宇宙飛行士って長くいると人間の命に関わる問題になってくる。だからそんなに長期で滞在できないんですね。で、それをこう交代交代で宇宙に行って、宇宙で生活できる、宇宙空間に人間がいるということで、この空間を人間が支配しているということを、ソ連は主張しようとした。で、それに対抗する形で、アメリカもこの有人宇宙飛行、これまでアポロで人を月まで送ったんだから、今度は宇宙ステーション作ろうって話になって、宇宙ステーションに行く乗り物としてスペースシャトルを作ろうっていうことで、スペースシャトル、そして宇宙ステーションというのがこう出てきたわけですね。で、なんかそれでシャトルとかミールとかいろいろバチバチ競争してたと思ったら、だんだん冷戦が落ち着いてきて、なんかドッキングとかしたりもしつつ、最後はソ連が崩壊した後に、また新しい時代が来ますよね。そうですね。面白いのは、ソ連とアメリカがこう、アポロソユーズ計画って言って、1972年にベトナム戦争が終わる。正確に言うとアメリカ、ベトナムから撤退をして、そして、アメリカとソ連の間にデタントって言われる、こう、冷戦が緩む時期が来るんですね。その時の象徴として、このアポロソユーズっていうプログラムがあって、アポロのさっき言った18、19、20って使われなかったやつと、ソユーズっていうロシアの宇宙船とドッキングさせたら面白いんじゃないかと。それすごいですね。さっきの話とだいぶ大きく様相が変わってきますね。もう廃品利用なんですけど、アメリカからすれば。だけど、これまで競争してたのが、ドッキングして宇宙飛行士同士が握手すると。感動的ですね、なんか。というか、これまでもうライバルで、どっちが先着くかみたいなことやってたのが、もう宇宙で握手するっていう、これで世界は平和になるみたいな、こういうシンボルとして宇宙は使われていた。だから宇宙ってやっぱりどうしてもそういうこう国家のシンボルとして使われる側面がやっぱりすごく強くて、それはやっぱり国家のマーケティングっていうことになるんですね。で、最終的にソ連が崩壊して、じゃあロシアが最終的には国際宇宙ステーションの ISS の中に入りますね。そうですね。これ面白い話で、要は最初ソ連に対抗する形で宇宙ステーションを作ろうって言って、当時は宇宙ステーションフリーダムっていうふうに呼ばれてたんですね。アメリカ、日本、ヨーロッパ、カナダっていう、この4つでチームを作ろうと。こういう話だったんですね。で、フリーダムっていうぐらい、もうとにかく共産主義に対抗するっていう。なるほど。そういうニュアンスが強かったんですが、要するにその宇宙ステーションを作る前にですね、ソ連がなくなっちゃったので、競争相手がいなくなっちゃったんです、突然。そうすると、これ、やめようかって話になるんですね。やめようかと。で、アメリカの議会は、もうソ連がいないんだからいいじゃん。こんなのやんなくて。金ばっかりかかるし。っていうことで、ここでもやっぱり宇宙って、やっぱりシンボルなので、実用にはあんまり資さないっていう、そういうふうに見られていて、もう役に立たないんだと。要するにソ連に勝つっていう目的以外、基本的に役に立たないんだみたいな、そういうニュアンスがあって、だから、やめようっていう話だった。で、そこを何とかしなきゃっていうことで、アメリカの議会が、頑張ってですね、いや、これは宇宙がソ連がなくなって平和がやってきた象徴にするんだ。ということで、ロシアが宇宙ステーションに参加をして、宇宙ステーションフリーダムではなく、国際宇宙ステーションっていう名前に変えて、このロシアも含めた宇宙ステーションを作ろうということになった。すごいですね。戦いの象徴で、戦いがなくなったらもうやめようかってなったら、今度は平和の象徴として、
ISS が出来上がって、ただあれですよね、そこに中国が入ってないっていうところがまた次の時代への布石になるんですかね。そうですね。中国はまだまだ1990年代の初めっていうのは、中国の宇宙開発なんていうのは、全然箸にも棒にもかからないっていうと語弊がありますが、ロケットはある。衛星を打ち上げられる。でも有人宇宙飛行なんてとてもとてもっていうレベルだったんですね。で、日本もまあ、有人宇宙飛行は経験なかったんですけど、あの当時、国際宇宙ステーションに中国を入れようという発想は全然なかった。当然、インドもですね、インドもロケットも衛星もあったんですけど、まだまだやっぱり中国、インドっていうのは、当時は宇宙開発の、まあ、言ってしまえば、新興国っていうくらいの位置づけだった。だから中国が入るかどうかっていうのはこの後ですね、どんどん宇宙ステーションが打ち上げられて完成して、そして運用されていく中で中国は猛烈な勢いで宇宙技術っていうものを進めてきたので、ようやっとだから中国は宇宙ステーションに参加できるようなレベルに達したんですけど、もうすでに宇宙ステーション完成しちゃってるので、後からくっつくのもまた難しいと。で、そのうちだんだん米中対立みたいなものが進んでいって、この中国が参加することは難しくなったので、中国は独自で、宇宙ステーションを作るということになった。そしてついに一国で宇宙ステーションも開発、完成させて、で、また新しい時代が今突入してきてるってことですね。そうですね。もう圧倒的にやっぱり中国の存在感っていうのは大きくなっていて、もう中国は自分たちで全部できるようになりたいっていう、こういうまあやっぱり意図が強いのと、先ほども言ったようにやっぱ宇宙って人類初っていうのがすごい大事なんで、中国って実は人類初をやったってあんまりないんですよ。はいはい。でもね、唯一すごいのがあって、月の向こう側に行くってやつです。ですよね。月の裏側に到達したんですよね。通常月っていうのは地球の公転と同じスピードで自転するので、月と同じ面をずっとこっち側向けてるんです。そうですね。うさぎみたいなのがずっと見えとるっていうのはそういうことですよね。ですから、月の裏側っていうのは見えないんですね。で、月の裏側ってどうなってるのかっていうのは、まあ、月を周回する衛星があって、それによって写真とかは撮ってるんですけど、月の裏側に行った人も物もないんですね。っていうのは、月の裏側って電波が届かないので、地球からの。だから、着陸するのがすっごく難しいの。ところが、中国はラグランジェポイントって言って、月の向こう側にある衛星が静止する場所っていうのがある。まあ、地球の重力と月の重力が釣り合う場所なんですけど、このラグランジェポイントに衛星を置くと、地上から飛ばした電波がこの衛星を経由して月の裏側に降りてくるという、こういうリレー衛星をここに置いといて、で電波のやり取りができるようになったので、月の裏側に着陸することができるようになった。これできるのは今のところ中国だけなんですね。なるほど。人工衛星もぐるぐる回ってるから重力と遠心力が釣り合ってますけど、ラグランジュポイントっていうのはこの2つの月と地球の両方の重力でちょうど釣り合うから、ぐるぐる回んなくてでも、そこに止まってられるみたいな。だからそこを抑えたいみたいな。そうですね。誘惑に今、各国は駆られてるんですよね、確かね。まあ、いわゆるこれが宇宙の地政学の問題になってくるんですけど。宇宙地政学ですね、これ。宇宙空間って、物が止まってらんないんですよ。だから、ぐるぐる回ってないといけないので、ぐるぐる回ってるってことは、ある特定の空間を支配するってことができないんです。つまり、ずっと動いてるので、なるほど。この軌道は俺のものって言っても、誰かが、じゃあ、いや、それ俺もできるよって言って、そこに入っても、それ止めることができないですね。まあ、実際その衛星を撃ち落とすとか、そういうことは物理的には可能なんですけど、ただ、それをやるのも難しい。まあ、宇宙って本当にグローバルコモンズっていう、誰でも入れて、誰でも使える場所なので、この宇宙はぐるぐる回っている、常に動いているという意味では、実は地政学的にシーパワーとかランドパワーとか、この地域を支配するもの、この地域を支配するとかっていう、この領土的な支配、空間支配っていう考え方が基本的にはないんです。宇宙空間って支配できない。なるほど。ところが、ラグランジェポイントだけは、ある特定の国が居座ることができるので、ある種、支配ができる。そうなんですよね。だからか。月面も、まあ、宇宙条約上、月面っていうのは国家に属することはないと。要するに国家が領土としてそこを使ってはいけないということになっているので、月面とか天体ですね、火星とか小惑星っていうのは、これ領有できないことになってますが、ラグランジェポイントは誰かがいると居座ることができる。確かに。で、これが結構地政学的にはここを抑えるかどうかっていうのが重要だ、みたいな話になってる。あれだ。
だから地政学でいうチョークポイントみたいな、そうです。マラッカ海峡とかホルムズ海峡みたいな重要ポイントが、そうです。宇宙でいうとラグランジュポイントになるっていう感じですかね。ただですね、実はここ、ややトリックがあって、ほう。実は衛星が一つしか置けないわけじゃないんですよ。そっかそっか。ラこの辺り。で、この辺りなので、あ、そっかそっか。その重力が釣り合ってるところであれば、まあまあ。まあまあなんとかなるっていなるうほどぐらい、いくつかの衛星を置くことができます。でもやっぱ地政学学んでる為政者とかになると、やっぱラグランジュポイントを抑えてえなっていう気持ちになるってことです。それから自分が取らなきゃ他の国が取るっていうふうに発想しちゃうんです、ね。そういうことか。だから、はい、中国が先にいるとアメリカは排除されると。要するに地政学とか国家間関係の中で一番重要なのは排除なんです。要するに攻撃されても相手を排除できれば自分たちは安全なわけですね。例えばロシアがウクライナと戦争してますけど、ウクライナはだからロシアが侵攻してくるものを排除できないのでそこが占領されるってことになるんですね。つまりあるところを支配するということはそこに入ってくるものを排除するっていうことで、この空間的な支配っていうのは排除の論理が伴うんです。なるほど。だからラグランジュポイントが支配されると自分たちが排除されるっていうので、みんなここはなんとか抑えなきゃっていう風になって、今中国が月の向こう側のポイントを抑えちゃってるっていうことで、だから支配される前にあそこに自分たちもみたいなことを言うんですけど、ちょっとまあ今のところはそれがプロジェクトとしてはまだ動いてない。で今そのラグランジュポイントの話とかいろいろしましたけど、宇宙月とか火星の土地は誰のものでもないというルールはあると思うんですけれど、はい、そこで取った資源はその企業のものである、人のものであるっていうルールが、あったりもするじゃないですか、はい、国によってですけれど、それってでも最終的にはなんかこう実効支配みたいなことにもなりかねないのかななんて推測はしてるんですけど、どうですかね。まあ今まで月を領有してはいけないっていうのは宇宙条約っていう条約で決められていて、やはり月は人類のものであるっていうこういうまあ基本的な考え方があるわけですね。ただ月で経済的な活動しちゃいけないっていうのもないので、企業が活動することっていうのはまあ一応認められている。例えば南極って領有できないようになって、南極条約っていうのが別あって、まあちょっとニュアンスは違うんですけど、宇宙条約と似たような領有してはいけないっていうこういうルールになってます。ただ南極観光みたいなのはやってもいいんですよ。で、要するに観光をやってるこの会社は南極で、まあ、ビジネスをやってもいいってことなので、ビジネスすること自体は認められるってことなので、で、それがこの月で資源を取るっていう、こういうことも含まれているっていうことになってて、南極条約はちょっと資源を取るっていうことは基本的にできないんですけど、月の場合そういう決まりがないので、今4つの国ですね、アメリカ、UAE、それからルクセンブルクと日本に、宇宙資源法っていう法律があって、そこで取った資源というのは企業の財産として認めるっていうことになっています。ただ、これはあくまでもその財産を奪った人がいたら、それを例えば日本の裁判所に持ってきて、日本の裁判所で裁くことができるという話であって、月面で例えばおまわりさんがいて捕まえるとか、そういうこともできませんし、例えば採掘しているところに横から入ってきて、いや、ここ俺も掘らせてもらうよって言って、それを止めることもできないんです。ああ、なるほど。だから、そういうふうにして、この月のガバナンスというか、月でどういうような統治を行うのかっていうことについては、まだまだ実はルールが決まってない。で、しかも、アメリカと世界、例えば米中っていうのは月で採掘をする可能性のある再筆頭ですけど、米中が対立しているので、米中の共通ルールっていうのがなかなか作りにくい状況にあって、今アメリカはアルテミス合意っていう月面で活動する時のルール作りっていうのをアメリカは進めてるんで、ここに今54、5ぐらいの国が参加してるんです。ついこの間セネガルが参加したんですけど、セネガルなんて宇宙に行く能力も今のところまだないんですけど、それでもこういうルール作りに参加するということで、このアルテミス合意に参加してます。でも中国とかロシアは入ってないんです。なるほど。だからこのルールを認めてないので、これがアルテミス合意だ、これがルールだって言っても、そんなの知らんっつって、中国がそのルールを無視してですね、やってくる可能性はあると。なるほど。なんか地球で起こってることがそのまま焼き直してアポロの時代は国家ブランディングとして威信をかけてってありましたけど、今はそういう資源の争いみたいな、いわゆる大航海時代とか、ゴールドラッシュじゃないけど、その時のような形が今宇宙で再現されているようなところありますね。そうですね。ただ宇宙に行くのもコストがかかるし、宇宙で例えば
金だとかダイヤモンドだとか何でもいいんですけど、取ったものをじゃあ地球に持って帰ってきてじゃあ売れるのかっていうと、そのコストを考えるととんでもない値段になっちゃうので、そっか。そっちのコスパは全然まだペイしないわけですね。全然ペイしないですね。ただ今話題になっているのは月にある水ですね。これは水なので月を開発する時の資源としても使えるし、今後宇宙の遠くに行く時に月の水を使ってそれを燃料にしてロケットを飛ばすってことができるんですね。っていうのは、水っていうのはご存知のように酸素と水素でできてます。で、酸素と水素っていうのは、例えば H3 ロケットも液体酸素と液体水素で飛んでるんですね。酸素と水素っていうのは基本的にロケットのエンジンに供給する燃料として使えるので、どのくらい月に水があるかまだ分かってないんですけど、この水を使ってさらに遠くに行くっていうこともできるという点で、可能性があると。だから月で太陽光が無限に降り注いでくるから、なんか電気分解みたいにして、で次は燃焼爆発力で推進力にするっていうことですね。そうですね。月だとまだ太陽光をすごくたくさん受けられるので、ただ太陽光を受けると蒸発しちゃうので水って。今実はその太陽光の当たらない場所、クレーシャーの影とか、そういったところに水があったり、地下にあったりするっていうふうに言われているので、見つけてもすぐに使えるような形で水があるわけじゃん。だけれども、それを掘り出して、それを電気分解して、酸素と水素に分けて燃料とすると。そっか。だから地球の重力圏と大気圏を抜けるためにとんでもない燃料を積んでいくから、途中でガソリンスタンドじゃないけど、給油して火星行こうぜみたいな。そうです。そういう感じですかね。おっしゃる通りで、やっぱりこの地球の重力を逃れるっていうのがすごい大変だと。で、月も小さいとはいえ重力があるので、実は月に降りて給油しちゃう。また月の重力を離れるためのエネルギーが必要になるので、そうじゃなくて月の周回軌道に宇宙ステーションを作って、ここにドッキングをして、ここで月から持ってきた水を電気分解して、給油して、で、そこから先に行くと、今度は月の重力の影響を受けずに火星に向かっていけるというので、今、NASA がこれまで進めてきたのが、アルテミス計画といって、アルテミス合意とはちょっと違うんですけど、アルテミス計画というのは月探査の計画で、月の周りに宇宙ステーションをこうやって置いておくことで、そこをドッキングのいわゆるガソリンスタンドにして、そこで給油をしてそこから飛ばすという、こういうことをやろうとしているんですが、これがですね、実はトランプ政権でこんなのいらないと言って最初予算カットされちゃったんです。ゲートウェイなくなるって言ってみんなビビったんですけど、したら今度は議会がですね、いやいやこれは必要だっていうことで、議会が予算を戻してですね、とりあえず復活して月に、この宇宙ステーションを置く、これ日本も参加してるんですけど、この計画は継続されることになりました。なるほど。なんかこうやって見てると、やっぱりその元々の宇宙産業の成り立ちからアルテミス計画まで見てると、まさに大航海時代産業革命とか、この近代史をなんかもう一回宇宙で焼き直してるような感覚が一個あるなっていうのがありました。その一方でちょっと地味ではあるんですけど、人工衛星がね、さっきそのシャトルとかミールとかいう話ありましたけど、その間に着々と人工衛星が実用的なものとして宇宙のインフラとして成立してきた。これもあれですよね。もともとはその軍事的なものと平和利用的なものの両方が同時に発展していったっていう、そういう感じなんですかね。というか、区別はそもそもないんですよ。そうですね。例えば通信衛星で、こっちとこっちにいる人が軍人さんと軍人さんだったら軍事衛星になるけど、なるほど。例えばお父さんと子供みたいなだったらこれは別に民間の通信衛星ですけど、基本的にやってることは変わらないわけですよね。そうですね。軍事的なものにはもちろんその通信に暗号がかけられたりとか、そういうちょっとした違いはあるんですけど、基本的な原理は変わらないので、そういうことか。例えば地球観測衛星っていう、地球を撮影する衛星なんかも、例えば災害の時に見る、例えばどっか山崩れしたとか、どっかで洪水が起きてるとか、そういうことに使う衛星って、例えば他の国の基地とか写真撮れるわけですよ。で、他の国の例えば軍事施設とか工場とか、そういうところも撮れるわけですよね。で、要は区別がそもそもないわけですね。そうですね。そういう意味では民間でやる衛星と軍事的な衛星、今は民間の衛星でも例えば地球観測衛星だと本当にすごいものだと分解能30センチって言って1ピクセルが30センチのものが見える。だから本当にもう文字は読めないけど、ここにあるのが本だっていうのが分かるぐらい。ほぼ丸見えですね。そうですね。っていうぐらいの精度で見えたりする。だから本当にそういう意味で言うと、使い方によってはどっちも使えるものです。いわゆるデュアルユースとか軍民両用というふうに言われますが、宇宙ってもうすべからく軍民両用なんですよね。
皆さんが使ってる GPS って Google マップとかああいうのを見るときも不可欠なんですけど、これってもともとはアメリカの軍事衛星なんですよね。で、GPS 衛星が出している軍事用の信号と一般用の信号とは別の信号なんですけど、我々はだからアメリカの軍事衛星から降りてくる信号を受信して今自分がどこにいるかを把握してるわけです。Google マップとかカーナビとか。はい。カーナビもそうですし、ポケモン GO とか入りましたけど、ああいうのを全部 GPS を使ってますから。そうですね。はい。だから本当に全て両方デュアルユースで使えるっていう、そういう性質の、考えてみたら全てそうですよね。はい野球やってる時に金属バットではい。打って楽しんでるけど、本当に悪い人たちが2人持ったらそれで狂気になるとなると、世の中のものは大概デュアルユース性を持ってるのかなとは思いますが、日本って今まで結構こういう話はあまり語られてこなかった。はいし、いろいろ政策の中にもあんまり反映しないようなイメージがあるんですけど、それはやっぱりなんか理由があるんですかね。今までとこれからどうなっていくのかなってとこが気になるんですけれど。はい。日本はこれまで宇宙開発っていうのは軍事的目的によって進められたという、イメージを持っていた。特に日本の今の JAXA の前身になる NASA っていう宇宙開発事業団っていうのがあって、それができる時のきっかけがアメリカのロケットを譲り受ける形で、ソーデルタっていうロケットがあるんですけど、この技術を日本が譲り受ける形で開発をすることになって、そしてその時にロケット開発をするっていうことで NASA っていう宇宙開発事業団ができたんですけど、この宇宙開発事業団が受けたアメリカのロケットってのはもともと軍事目的で作られたロケットだったので、この軍事的な目的で作られたロケットを日本が譲り受けたら日本も軍事的に宇宙を利用するんじゃないかみたいな、こういうニュアンスで受け止められたことと、日本とすれば別にこんなデュアルユースだって分かってるんですけど、ミサイル開発は基本的にしないという、つまり長距離で他国を攻撃することができる能力ってのは持たない、そういう判決も当時出てたので、なるほど。だから基本的にはもう防衛省とか自衛隊は宇宙から切り離すということで、1969年にですね、この宇宙の平和利用決議っていう国会決議が全会一致で採択されて、それ以来防衛省自衛隊は宇宙に関する技術の開発もダメだし、そういうものを所有するのもダメだし、そういうものを運用するのもダメだし、使うのもダメだっていう。だからしばらくは天気予報とかもできなかったんですよね。自衛隊は天気予報のための衛星のデータを受信することができなかった。そうだったんで、さすがにそれはおかしいって言うんで、1985年に一般化原則といって、ビジネスとしてやってるものとか、例えば天気予報のデータとかは、これも一般にアベイラブルなものだから、それを使うっていうことがいい。一般に公開されているものは使ってもいいということで、一般化原則って言うんですけど、使うだけだったんですね。例えば、衛星を開発したり、ロケットを開発したり、それを運用したりすることっていうのはダメだと。いうふうになってたので、結局、宇宙に関しては、防衛省自衛隊はもう一切関われなかった。で、それが変わるようになったのが、2008年にできた宇宙基本法ということで、これ私もちょっと関わらせていただいたんですけど、これは日本の宇宙開発っていうのが、ずっと防衛もダメだって、実はその後商業もダメっていうか、1990年に日米貿易摩擦の結果、衛星分野で国が調達するものは国際入札にしろということになって、結局アメリカの衛星の方が安くて性能がいいので、アメリカの衛星が結果的には入札で勝つようになっちゃって、日本の衛星メーカーもなかなか勝てない状態で、結局何が起こったかというと、当時の鍵長、今の文科省ですね、これが中心となって研究開発をするっていうのがもう日本の宇宙開発のメインの筋になった。つまり研究開発をするために宇宙産業があり、研究開発をするために JAXA があり、そのために予算がつき、宇宙予算というのはイコール研究開発予算であると。だから商業的に勝負をしようと思ってもなかなか勝てないですね。っていうのは、宇宙ってお客さん、例えば通信会社とか衛星放送をやる会社とかが欲しい衛星って壊れない衛星なんですよ。新しい衛星じゃないですよね。新しく技術開発をしてこんな衛星できました、こんな技術ありますって言って、でもそれって本当にちゃんと使えない。要するに実験的なその衛星をいくら上げてもですね、確かに。使い勝手がいいかどうか分かんないわけです。確かに。実際に使ってみて、これで大丈夫っていうものを買いたいわけです。だから、研究開発をすればするほど売れないっていう問題が起きていく。だから研究開発なんていうのはもう要するに商業の真逆になっちゃうんです。
で、防衛もできない。だから防衛省も買ってくれない。で、その普通のお客さん、民間のその衛星通信会社とかも買ってくれない。ってなると、もう研究開発をし続けるしかない。研究開発をし続ければするほど、ユーザーにとってはあんまりありがたくないものが出て、っていう、こういう矛盾というか、負のスパイラルみたいなのがあって、日本の宇宙産業っていうのは、本当に売れないものを作り続けるという、こういうメカニズムがずっと続いてたんですね。はい、これをなんとかしなきゃいけないということで、まず宇宙基本法では、まず防衛の問題っていうので、宇宙開発は日本の安全保障に資するものにするっていう目的を掲げるようになって、新しい法律でそれが認められたので、過去の国会決議っていうのは、なしになるっていうのと、もう一つは商業的な強化をするためにもっとユーザーを増やそうということで、例えば国交省とか、例えば気象庁は元から使ってますけれども、いろんな役所を宇宙開発に関わらせることによって、その宇宙利用っていうのをどんどん進める。そうすることによって、JAXA が研究開発しました。新しい衛星です。国交省が使いました。で、一回もうちゃんと使い道が証明されて、これはいい衛星ですよってことが証明されると、コマーシャルのお客さんがつくっていう、こういう段取りで、この宇宙開発を進めていくべきなんじゃないかということで、いろんな役所をまとめて宇宙開発に関わらせるということで、これまでは文科省 JAXA が中心だったものを、文科省 JAXA じゃなくて内閣府に権限を移して、そして内閣府が調整役となって開発する文科省 JAXA とユーザーであるこの国交省とか防衛省とかを全部一つにまとめた、いわゆるホールオブザガバメントって英語で言いますけれども、政府全体で取り組むものとして宇宙っていうのを位置づけた。なるほど。そういうふうにしてようやく日本も世界というかアメリカとかと少なくともルール上はなんとか同じぐらい、戦えるような形にはなってきた。そうですね。で、そこで防衛っていうのがここに入ってきて、ようやっと大っぴらに防衛のためにどうやって宇宙を使うかっていう話ができるようになった。そういうことか。そんな中ですね、この